皆さん、こんにちは。Welcome back to Sai Japanese Podcast. This is episode 30. 皆さん、寂しいなとかつまらないなと感じることありますか？今の時代ってテクノロジーが発展していろんなことが早く便利になりましたよね。例えば食洗機があるので食器を洗わなくてよかったり、ポストまで歩いて手紙を入れに行ったりしなくても済んだり、デリバリーとかを活用すればもう1週間家から一度も出なくても問題なく過ごせるような時代になりましたよね。こういうふうに空いている時間が増えた上に、前よりも家族とか近所の人、コミュニティとかといったものと過ごす時間も減ったし、リモートワークとかも増えたので、みんなが一人で過ごす時間が今までのどの時代よりも多いのかなと思います。そんな中、もちろんたまには寂しいなとかつまらないなと思うことはごく普通ですよね。いくら友達がたくさんいても、特に年代が上がるにつれ、やっぱりいつも会うのは難しいですし、パートナーや家族がいても、その人に全ての楽しい時間を期待することは少しリスクがありますよね。私自身は生産性のない一人時間を過ごすことがすごく苦手です。というのも、子供の頃からずっと忙しい生活をしていました。9歳くらいの時からバレエ教室に週3とか多い時で週6通い始めて、バレエ教室を辞めた後は毎日学校の後に塾に通っていたり、部活があったりで、それ以外の時間は家で勉強しなくちゃいけなくて、で大学生になったら授業以外の時間は全てバイトをして貯めたお金で旅行するという生活をしていたので、東京に住んでいる人がよく使う表現ですが、家は待機室みたいな、予定と予定の間にちょっと休憩するためだけに一時滞在する場所みたいな生活をずっと送っていて、生産的なことを何もしないで一日家でぼーっとするみたいなことをほとんどしたことがありませんでした。カレンダーに予定が入ってないのを見ると、不安になるタイプでした。なので、大学卒業後、スペインのこの小さな都市に引っ越してきて、そもそもこっちの生活リズムが東京と比べてすごくゆっくりなのもありますし、やっぱり私にとってはまだ新しい場所ですから、自分から行動しないと友達も行く場所も増えないですし、なので自然に一人で過ごす暇な時間っていうのがぐっと増えました。で、しかも私はずっと在宅フリーランサーなので、仕事で人に会うこともオフィスに行くこともありません。今まで超生き急いできたので、急にたくさんの時間ができて、最初の頃は、こういう時人って何するのみたいなすごく戸惑ったことを覚えています。海外に住んでいるとやはり一人の時間ってすごく多いですよね。で、週末とかたまたま一人になったり、あとは一日誰とも喋らずに終わった日とかは、みんな友達とか家族に会っているのに、世界で私だけ一人ぼっちなのかなとか、すごいいらないことを考え始めたり、惨めになっていたりしました。最近になってやっと、大人になるってこんなもんかなっていう風に受け入れてきました。今の時代どんな環境にあっても一人の時間がたくさんあるのは普通で、大人はみんな常に少し寂しい思いをしつつも、なんとかその時その時の楽しみ方でやっていっているのかなっていう風に受け入れることにして、でそれ以来意識してどうやって一人の時間を楽しむかも工夫するようにしていたら、最近もうむしろこの一人の時間がたくさんなきゃストレスになってしまうっていうくらい一人時間を楽しみ始めてきました。というわけで、前置きが長くなりましたが、今回のエピソードでは私が見つけ出した一人の時間を楽しく過ごす方法を3つ紹介します。では1つ目、一人時間にやりたいことを予定する、前もって決めておく、もしくは予約しておく、探しておくということです。例えば Netflix で見たい映画やドラマをリストにしておくとか、行ってみたいカフェやお店を保存しておく、行きたい趣味の教室を前もって探して予約しておくとかです。
大切なのは前もってやっておくことで、これはなぜかというと、例えば急に暇になった時に、じゃあ暇だし何もやることないし、ネットフリックスでも見るかと思って、ネットフリックスのホーム画面で、映画とかドラマがたくさん並んでいるのを、ずっとスクロールし続けて、あれでもない、これでもないと、何を見る気にもならず、気づいたら30分くらい経ってしまって、でもその頃には何かを見る気も失せてしまったとかいう時って、なんかすごく惨めな気持ちになりますよね。自分はやることもないし、見たいものすらないのかみたいな。あとは忙しかった時はあんなにやりたかったこと、見たかったことが、いざ時間ができたら、やる気がなくなってしまうっていうこともありますよね。なので私はそういう忙しい時にこそ、やりたいな、見たいなって思ったことをメモしておいたり、あとはやる気があるうちにもう予約しちゃうとか、あとはちゃんと生き方とかを検索しておくっていう風にしています。そうすることで、暇になったからなんとなくやることが、やりたかったことをちゃんと予定したので、ついにできる時間に変わって、結局は同じことをしているんですけれども、その感じ方が全然変わります。ただ仕事後にドラマを見るっていうだけでも、仕事終わって疲れてるし、何もしたくないからドラマでも見るかっていうよりかは、仕事終わったらあれ見よう。そのためにちょっとスーパーでおやつとか買っておこう。みたいにした方が、楽しみがぐっと増えると思います。2つ目、多少健康に悪いと言われていても、自分が少しでもときめきを感じられることは、もうやっちゃおうです。例えば朝一のすきっ腹にコーヒーは良くないとか、寝る前にワインを一杯飲むのは寝つきが悪くなるとか、ベッドで携帯は見ない方がいいとか、いろいろな健康アドバイスがありますよね。でももしそういったすごく小さなことが自分の普通な毎日に少しでも楽しみとかワクワク感を足してくれているなら、もうそんなことはほっとけって感じでいいと思います。もちろん多すぎると本当に健康に悪い影響を与えて、結局自分が苦しむことになってしまうので、そこはちゃんとコントロールした方がいいとは思うんですけれども、例えば私にとっては朝のコーヒーです。私は IBS とか持ってて、お腹が本当に敏感なので、朝のすきっ腹にコーヒーなんて絶対良くないのは分かっているんですけれども、朝起きてまだちょっと眠い中コーヒーを入れて、その間香りを楽しんで、でソファーに座ってコーヒーを飲んで仕事前に一息つくっていう時間が本当に大好きで、もう夜寝る前から楽しみですし、朝起きる時も眠くても、そのために頑張って起きるかっていう風になれるので、もう健康にいいとか悪いとかは、全く気にしないことにしました。なので、そういった本当に小さなことだけど、毎日少し楽しみに生きれるようなことがあったら、多少健康に悪くても少しくらいはいいでしょというマインドセットがいいと思います。皆さんはどんな毎日のワクワクがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。3つ目、最近 SNS のトレンドで見て、私もちょっとハマっていることなんですが、フリーウィル、自由意志とか自由選択をもっと楽しもうということです。このトレンドは、例えば大人はこうあるべき、30歳以降の人はこうするべきとか、女性男性はこれをするべきといった社会が勝手に決めた正しさとかルール、常識にとらわれず、やりたいことを好きにやろうっていった、動きです。例えばスーパーに行く予定しかないけれども、ちょっといい気分になるためにすごいドレスアップして家を出るとか、あとは水曜日に特に用もないけど有給を取って一日中家でゴロゴロするとかです。一人時間ってまさに一人でいる時間ですので、それこそ誰にもジャッジされないし文句も言われないので、この自由意志を最大限に活用できる時間ですよね。最近私がやったことは、日曜の朝9時に起きたので、ムービーナイトならぬムービーモーニングと称して、ソファーで朝ごはんを食べながら映画を丸々1本見たり、
あとは部屋で机に向かって仕事をするのが飽きたので、家のベランダに毛布とクッションを置いて、そこでピクニック気分で仕事をしてみました。あとはよく働いた週の終わりに自分へのご褒美として、3人前くらいのご飯を Uber Eats で頼んで、全部少しずつ食べたりもしました。まあそんなの普段から普通にやっているっていう人もいるかもしれませんが、私にとっては結構生産的なことをしないといけないっていうプレッシャーにとらわれて生きてきたので、普通ならやらないちょっと常識から外れていることをやっている時のちょっとした罪悪感も相まってすごくワクワクして楽しめました。でここでもまた捉え方が大切で、日曜の朝起きて何もやることがなかったから、じゃあ掃除するか、でも疲れてやる気ないからソファーで休むか、ダラダラしちゃったって思うと、そこまで同じ映画を見たとしても楽しめなくなってしまいますが、日曜日の朝に映画を見たいと思ったら、それをちゃんとムービーモーニングとかって呼んで、朝ごはんとかジュースを用意して存分に楽しむ。やるときは思いっきりやると気分も、すごく上がります。では以上が私の一人時間の楽しみ方でした。皆さんはどんな風に一人時間を楽しんでいますか？もしユニークな方法とかがあったら私もやってみたいので、ぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。